始まりました。沖縄の情報や体験などをお届けする国際目線の番組、プチ沖縄トラベラー。はい、沖縄を愛し沖縄に住み着いた外国人2人、クリスタルとバンソン、そして2人の発見をうちなーんち目線で見守る私長峰かなでお送りします。実はこの番組は昨年より YouTube の方で展開して、もうこれまでもすでにたくさんの沖縄の素敵な場所をもう探検してまいりましたけれども、もうこちらでねザ・チャレンジ内でもスタートしまして、今月と来月は番組紹介として総集編をお届けしたいと思います。そして4月よりは YouTube に先行してテレビの方で新規ロケをお届けします。 If you like what you see on this show, please feel free to look up our YouTube channel that is all subtitled in English and French. さあバンソンさん、今日は波の上宮からのスタートなんですが、皆さんには何をお届けするんですか？よくぞ聞いてくださいました。そうですね、もうこの那覇の中ではとっても有名な波の上宮なんですけれども、沖縄の伝統と海に振り返りたいと思います。でまず沖縄の伝統って言えばね、もう YouTube にも第1回だった、一番最初だった琉装をぜひね皆様にお見せしたいと思います。それではレッツゴーやー。那覇市歴史博物館にやってきたんですけれども、ここにもう琉装がいろいろ展示されていると聞いたので、今日は鈴木さんがいろいろと案内してくださいます。どういったものがまず展示されていますか？今回展示しているものは、琉装であれば紅型と、はい織物。実は私ここ行ったことないんですよ。すごいいろんなものが展示されてるんですすごね。い。これも琉装ですか？そうです。2つとも琉装なんですけれど、こちらが織物で、こちらが染め物、紅型ですね。当時琉球王国時代の、種族侍の人たちが着ていた。職業とか位によっていろいろ変わってたということですね。そうなんです。実は別の部屋にはより身分が高い王様ですとか王族が着ていた紅型もあります。こちらが何？そうです。そうですか？はい。これはですね、デザインが細かいというか王様ですとか王様の家族、丁寧に作られてるんですよね。王族が着ていたような衣装ですね。紅型です。最近ですと琉装体験して街歩きすることもできるみたいですね。ぜひね、それできるんですか？体験してほしい。はい、そういうお店もありますね。鈴木さん、今日いろんな説明本当にありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you very much。そう、一番派手なのいっちゃってほしいな。目立つと思う。これはそう王様って感じ。とってもいいと思う。なりきってる。いい顔してるね。いいですね。なんかすごい高貴な気分。I feel like very important。いやー、琉装本当に素敵でしたね。そうですね。体験してみてどうでした？本当にもう昔ながらの気持ちがすごい伝わりました。ねえ、私はプリンセスだったっていう気持ちでした。そして伝統といえば今日はこの波の上宮からお送りしているのだけれど、こちらははるか昔人々が海の彼方の海神の国二来家内の神々に日々の祈りを捧げていた聖地だったことが今の波の上宮の始まりだと語られています。他にも大昔からの伝統といえばエイサーもありますよね。確かに素晴らしいきっかけ、サンキュー。実はこの番組でもね、読谷青年エイサー祭りのもう貴重な取材をさせていただきましたので、次はねぜひそちらの方をチェックしたいと思います。どうぞ。さあ来ました、会場に来ました。でバンソンさんは司会をやることになったので、もう全部任されました。なのでもう一人で今日はレポートします。エイサーっていう踊りをどんな感じか見てみたいと思います。じゃあ見てみましょう。第39回読谷村青年エイサー祭り、最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
が暮れてきてね、だんだん本当いい雰囲気にもなってますよね。じゃあお疲れ様です。3年ぶりにエイサーフェスティバルが開催されたんですけども、どんな気持ちでしたか？僕たち豊洲青年会はコロナ前の2019年もちょっと人数の事情だったりいろいろな事情があって出演できなかった都合があるので、4年ぶりの出演になるんですが、方言で素晴らしいちびら祭エイサーを村民の皆様に富谷のエイサーここにありを見せれたんじゃないかなと思います。すごい、かっこいい。いやー、エイサー祭り楽しかったね。すごい貴重な、もう何年ぶりかの開催でしたし、でもそういえばカナさんはエイサーの町と呼ばれている沖縄市のご出身ですよね。はい。この沖縄市の方々、カナさんにとってはエイサーとはどういう存在なんですか？旧盆が近づくと毎年太鼓の音が聞こえてきて、うちのアンチは小さい頃からエイサーが大好きなんですよね。エイサー祭りにも毎年行ってましたよ。よし、お参りも終わったことだし、エイサーの次はシーサー。シーサーも沖縄の大事な存在ですよね。シーサーも可愛いですよね。ペットだったら飼いたいかもっていう感じなんですけれども、このね沖縄で大事なシーサー、僕の大好きな南城市のお国で工房シーサー工房にお邪魔したんですけれども、陶器屋春俊さんのところでね、シーサーの作り方などいろいろもう見させていただきましたので、次それを見たいと思います。どうぞ。かっこいい。 This is シーサー。これがシーサーですね。この迫力あるシーサーのシーサー作りについてちょっとね攻めていきましょう。いやーね、相変わらず迫力がもうたくさんあるシーサーを、今現在何を作られてるんですか？メインシーサーですね。メインシーサー、顔だけのシーサー。このシーサーの由来って何ですか？ー。魔除け。魔除け。1689年頃、へー。中国の風水師っていうのがいて、はいはいはいそのはい。人がこの南部で災害があって、それ止まらないから、ここにこういうシーサーを置きなさいと。して石シーサーを置いたわけ。なるほど。でそれがピタッと止まったわけ。オーブン陶芸釜をの中身を見せてもらえるということなんですけど、初めて見るので、初めて。ぜひお願いします。火入ってますけど大丈夫ですか？はい、それが見たいです。熱いですよ。はい、大丈夫です。お、音だけでもうわーって。はい。おー、すごい。やっぱ熱いですね。熱いですよ。はだいたい300度ぐらいまでこう蒸気を飛ばすって感じで。い。なかなか貴重な体験ですし、なんかシーサーのこともいろいろ分かって、もう最高でした。ありがとうございます。はい。ガオそして今那覇市内のビーチ、波の上ビーチにいるんだけど、はいやはり沖縄といえば海ですよね。あ、ザマミ、お二人行かれてましたよね。そうなんです。もう有名なケラマブルーに本当に感動したんですけれども、その時2人じゃなくて3人だったんですね。東京在住の超人気フランス人 YouTuber のミツさんもねゲストで出てくださったんですけれどもね、あの時は本当にもう素晴らしい映像美、もう場所自体がすごくいいので、あと本当に貴重な体験もたくさんしましたね。そのザマミのロケとその素晴らしい映像美をぜひ皆さんにちょこっと見ていただきたいと思うんですけれども、もしかしたらそこで海の素敵な生き物にも会えたかな、どうぞ。
いうところができたんだ。さあ本日ねこちらを案内してくださるジェイミさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。座間味村っていうのはその慶良間諸島国立公園の一部に入っているものなので、そのお客様にその観光だけではなく何ができるか何が見れるのかっていうものを、はい、学んでいただくような施設になっております。じゃあ今からシュノーケリング行きます。こちらの後ろの船で行きますので、シュノーケリングスタート。Let's goや。すぐ？いますよ、2匹も。すごい。なんか幸せのお裾分けっていうね感じですね。さあもうこのザ・チャレンジ内のプチ沖縄トラベラー、今回ねスタートということだったんですけれども、番組紹介を兼ねてこれまでのねロケから沖縄の伝統と海を紹介してまいりましたけれども、お二人いかがでしたか？本当にお二人いろんなところを旅されていて、沖縄の魅力再発見でした。これからのテレビ版でもいろんなところ行けるの楽しみですね。またリート行きたいです。そして次回は総集編その2で沖縄の道と散歩をお届けしたいと思います。皆さんお楽しみに。それでは See you シーサー